ターボエンジンっていうことでそこの部分が一番気になるところですけど、そのあたりですね、ちょっと確認しながら走ってみたいと思います。まずですね、乗り心地に関しては非常にいいですね。今も、それでも、付き合いも少なくて、非常に快適に走れます。もうね、こういうスーパースポーツ、最近マクラーレンもそうですけど、乗り心地、一般道での乗り心地ですね、もう非常にねこう重視されるんで、そのあたりをかなり意識した感じですごく快適に走れます。それとステアリングフィーリングですね。ステアリングに対してのこう操舵感というかインフォメーションですねが非常にダイレクトに入ってくるというか、ある意味458もそうだったんですけど、レーシングカーのようにねこうダイレクトに、クイックにっていう部分はあります。人によってはねそれがシャープすぎるとかクイックすぎるっていう人もいると思いますけど、僕なんかのレーシングドライバーにとっては結構これぐらいの感じのフィーリングっていうのは好きですね。458なんかよりもリアのこう重心が低くなったような、なんかベターっとした地面に吸い付いてるような印象がなんかありますね。2速で踏んでみましたけど、やっぱりこれぐらいのパワーある状態の、パワーがある車だとやっぱホイールスピンとかはねどうしてもしちゃいます。だけどその滑り出した時のコントロールですね、不安感がなく、エンジンこうすごくこうねビューッと吹き上がりましたけど、ターボのブーストですねのかかりが、2000回転、今ちょうど2000回転ちょっと切ってますけど、それでもブーストかかってますんで、もう非常にねこう今乗ってる印象でいうと、ターボエンジンっていうのがすごい昔と比べて進化してて、イメージが全然違うな、ターボに感じるイメージが全然違うなって感じがします。例えば今7速で1500回転ぐらいですけど、もうここからこうちょっと踏み出した瞬間にブーストかかってます。ここら辺のブーストのかかり、トルクの感じでいうとかえって458とかの例えば同じスピードで7速で走ってる場合なんかよりも、加速感というかアクセルのレスポンスがいいですね。だから街中でも非常に使いやすさがあります。なんていうかドッカンターボって言い方昔ありましたけど、そういう印象は全くありませんね。ほらね、踏んでいますね。なんかもう本当にねこう NA のイメージと正直僕の中では変わりません。かえってトルクがあって、下から使えるので使いやすいぐらいの印象があって、昔みたいにある程度回転が高くなってからビューっていう感じで加速していくっていうイメージのターボとは違い、もう踏み込んだ瞬間からターボが効いてて、もう単純に低速トルクがあってレスポンスの良いエンジン、そういう印象しかないですね。だからターボっていうのはもう頭から消してもいいぐらいの、イメージがあります。音に関してはNA の V8 と比べると、少しねやっぱりこう甲高さがなかったりとかいう部分があって、そのあたりに関してはもう好き嫌いというかね、どう感じられるからはもうユーザーの方の好みだと思いますけど、僕自身はこういうターボの音、個人的には非常に、好きです。力強さとねちょっとこう迫力がある感じが僕は結構好きで、外から聞いた音っていうのはちょっと僕わからないんですけど、乗ってる雰囲気で言うと結構好きですね。F40 なんかもね結構何台か乗ったことありますけど、乗ってこう音と加速感でもう本当に僕が今まで乗ったレーシングカーの中でも、レーシングカーというかノーマルカーも含めてかなりこうなんていうかドキドキというか、もう暴力的で緊張する車のトップに近い車でしたけど、もうああいうイメージは全くなくて、もう本当にこうターボって言われたらターボですけど、もうそんな考えずにかえってもなんていうんですか、扱いやすい下のあるエンジンって考えてもいいんじゃないですかね。あと本当に車がねベタっと下に吸い付いてて、
重心が低くてなんかこう安定感があるんで、こういう状態でサーキットを走ると、多分ですけど、もうこういうスーパーカーの中でトップタイムに近いタイムが出てくれるんじゃないかなという期待が持てる車ですね。